レ夢です。ゆっくりマリサだぜ、レ夢。一つ気になってることあるんだけど。なんだ？俺って、無駄なこと言っているかな？無駄？レ夢の解説を邪魔している気がしていて。邪魔というかまあ、無駄な発言かもな。という思うことはないことはない。ないことはないことはない。今、無駄に気を使っている？無駄を排除した方が洗練されたりすることあるよな。洗練？例えば日本の枯山水。これって、なんか無駄なものを全て排して、洗練された究極の日本美って感じしないか？俺の無駄発言がない、究極のレ夢美ってことか？いや、そんなことでもないことでもない。今のセリフも無駄多いな。今回は、そんな一切の無駄を排した究極の戦闘機を解説するぞ。究極の戦闘機。この戦闘機を見たアメリカ軍の言葉をまず紹介する。I saw two zeros and next second, I found myself in the fire. They were the angels of the help us. どういう意味だ？2機のゼロ戦を見た、次の瞬間、私は炎に包まれていた。奴らは地獄への使者だった。地獄への使者。ソロモンで戦死した、あるアメリカ人搭乗員の意向となった式には、撃墜され、日本軍の捕虜になった米軍爆撃機ボーイング B17 のパイロットが、日本側の尋問に対し、地獄への使者、と、戦慄しながら答えたと記されている。恐ろしすぎるな。今回は、アメリカが見たシリーズだ。前回はヤマトだったけど、今回は、何を見たんだ？ゼロ戦だ。ゼロ式艦上戦闘機。通称ゼロ戦は、1936年に大日本帝国海軍に正式採用された96式艦上戦闘機の後継機として開発。日中戦争から太平洋戦争にかけて戦場で活躍した。ゼロ戦が初めて日本海軍に正式採用されたのは昭和15年で、西暦1940年のこと。一躍世界の戦闘機の頂点に立ち、太平洋戦争の主役として大空を舞う。主役この動画の俺みたいなことか？一体、アメリカはこのゼロ戦をどのように見たのか？そして、世界に衝撃を与えたゼロ戦がどのようにして主役の座を追われるのか？主役の座、追われるのか？そうだゼロ戦の運命はドラマチックだ。無駄ばかりの俺は、いつ主役の座を奪われるか？わからないから他人事ではないな。ということで、ゆっくりしていってね。そもそもなぜ、ゼロ戦というのか？マリサ、わかるか？日の丸がゼロみたいに見えるからか？実は日本には暦が3つある。3つもか？令和などの元号、西暦、そして、後期だ。後期？捕まったり釈放されたりを繰り返す元アイドルか？後期とは、日本の初代天皇とされる神武天皇が即位した年を後期元年とする暦の数え方で、戦前は今の西暦と同様の役割を持ち、広く日本に普及していた。ゼロ戦が正式採用された西暦1940年は、後期で言うと、2600年にあたる。海軍では、兵器を正式採用した年の下2桁を航空機の名称とする慣例があったために、後期2600年の採用であることから、下1桁例年を取りゼロ式艦上戦闘機、すなわちゼロ戦と命名された。0年にできたからゼロ戦ということか。ちなみに、ゼロは英語で適正語であるから、冷戦、と呼ばなければならなかったというのは俗説らしい。当時から海軍ではゼロ戦と呼んでいたし、一般にもゼロ戦と呼ばれていたという。開発元は三菱重工業。三菱に加え中島飛行機でもライセンス生産が行われており、総生産数の6割以上は中島製だ。生産数は日本の戦闘機では最多の1万機以上。1万機以上。大量生産だな。ゼロ戦は、どうして開発されたんだ？いい質問だ。池丸さんに褒められたみたいだなんか嬉しい。当時、日本は中華民国と日中戦争で激しい戦争を繰り広げている最中だった。中華民国は米英ソ連などから武器や兵器、弾薬や将校による戦争指導の支援を受けるなどしていたことから日本は苦戦を強いられていた。特に中国内陸部への爆撃任務を行っていた96式陸上攻撃機は、ゼロ戦の誕生以前、日本海軍には航続距離の短い戦闘機しか存在しなかったことから、護衛戦闘機なしで中国大陸奥地まで爆撃任務に就くことが多く、結果として撃墜されることが多くなるなど、被害を累積させていった。そのような時、日本海軍から新型戦闘機の開発要請がなされた。戦闘機同士の戦闘、格闘戦に強い強力な武装、日本から離陸して中国大陸の奥地まで爆撃機の護衛任務につき、
しかも帰還できる長大な航続距離、旋回性能などの常識外れな運動性能などを要求する。当時の日本では実現不可能とも思われた戦闘機の開発要請だった。実現不可能？じゃあ、作れないだろ？そもそも日本だけで飛行機作れたのか？今の旅客機って、ボーイングとか外国製のイメージだし。いい質問だ。日本海軍の戦闘機の配備は、まず輸入機から始まった。そして、外国人が設計した機体や外国機を手本として国産機を作り、これが日本独自のものへと発展する。そして、昭和11年に純国産の96式艦上戦闘機が開発される。この96式艦船は他国の艦船に匹敵するほどの強さだった。日本海軍は国産製造に自信を深める。日本、すごいな。96式艦船の設計したのが、冷戦の設計者でもあり、映画風立ちぬの主役のモデルともなったこの男、堀越二郎だ。堀越さん、すごいな。堀越二郎は、ゼロ戦の開発を振り返ってこんな言葉を残している。ゼロ戦は実施競技すべての種目で1位かそれと同等の記録を出し、いくつかの競技では他を圧倒する記録を出すように要求された。重視競技で全ての種目1位丸いそうでも無理だ。ゼロ戦の使用は、昭和11年度航空機種級性能標準が起点になっている。そこには、ゼロ戦の仕様が細かく記載されていた。なんだか難しそうだ。そして、その開発は1937年昭和12年10月5日に海軍から提示された12式艦上戦闘機計画要求書から始まる。そこには海軍が求める理想の戦闘機が記されていた。なんだかめっちゃ難しそうだ。12式艦上戦闘機計画要求書は1937年5月に原案がメーカーに提示され、10月に正式な文書として交付された。そのため、変更点もあって内容が微妙に違うものも残っている。堀越二郎によれば、5月のものに比べて特に航続距離の要求が強くなったという。12式艦上戦闘機に対する海軍の要求性能は、堀越らが、ないものねだり、と評するほど高いものであり、中島飛行機が途中で辞退、ゼロ戦は三菱単独開発となった。辞退するほど難しかったんだな。三菱では、前作の96式艦上戦闘機に続き堀越二郎が設計主務者となり開発に当たった。堀越さんは、かなりのベテラン技術者だったんだな。いや、違う。堀越二郎率いる開発チームの技師たちはおしなべて若かった。開発主務者の堀越二郎でさえ、昭和1937年に開発を命じられた時、34歳に過ぎない。そして、当時、20代、30代だった優秀な航空機技師たちが、チームの一員となり開発に当たった。開発チームはこのようなメンバーだったという。平均年齢は24歳そこそこ。この若いチームの柔軟な発想が、世界の度肝を抜く戦闘機ゼロ戦を開発することとなる。平均年齢24歳。アイドルグループの年齢だ。そんなアイドルグループが、海軍からの無茶ぶり発注に対応できるのか？ 1938年4月堀越二郎は12式艦船計画説明審議会においてこう訴えた。格闘力、速度、航続距離のうち優先すべきものを一つ挙げてほしい。すると横須賀航空隊飛行隊長の源田実には日中戦争の実戦体験から、どれも基準を満たしてもらわなければ困るがあえて挙げるなら格闘性能、つまり空戦性能だ。そのための他の若干の犠牲は仕方ない、と返答されたという。一方で、航空小実験部の柴田武雄には実地経験から、攻撃機体援護のため航続力と敵を逃がさない速力の2つを重視し、格闘性能は搭乗員の腕で補う、と返答する。言ってること違うじゃん。34歳の堀越さん、頭抱えるな。格闘能力と、航続距離速力。どちらも平行線ながら正論であり、堀越は真剣な両者の期待に応えることに決めたという。どちらの期待にも応えちゃうのか？すごい。とはいえ、開発は困難の連続だった。格闘性能を上げるべく、強力な武器を搭載すれば機体は重くなり航続距離と速力が犠牲になる。逆に航続距離や速力を高めるためには機体を軽くする必要があるため、重武装など積むことはできない。ジレンマってやつだな。また、当時、日本には強力な航空機用のエンジンがなく、欧米の航空機に比べエンジンの出力は技術的に極めて劣っており、欧米の戦闘機と互角に戦うだけの出力も速度も期待できないことから、そもそも格闘戦で敵戦闘機を一撃必殺にする、重武装を積むというだけでも無理な話だった。もう俺なら諦めている。
俺は降りる、と断言する。堀越率いる若き開発チームは奮闘し、エンジンの回転数に応じて最適な回転を行う。低速回転プロペラや超々ジュラルミンという新素材など、最新鋭の技術を結集。しかし、まだ要求性能の実現には遥かに及ばなかった。そこで、堀越二郎は一つの結論に至る。それは、すべての防御と耐久性を犠牲にすることだった。若い開発チームだからこその、思い切った結論だな。安全性すら犠牲にしたと言われる徹底的な軽量化。操縦席や燃料タンクの防弾設備を取り除き、機体の至るところに肉抜き穴を設ける。試作品の図面を見た堀越は、あと 75g 軽くできる、とやり直しを命じたこともあったという。飛行機をグラム単位で軽くしたのか？ 75g って料理のレシピで聞くレベルだぞ。出力的に劣ったエンジンで航続距離と速力を叩き出すために機体重量を極限まで軽くした。それは、運動能力の向上にもつながる。そして、格闘能力を求めて、敵の軍用機を一撃必殺にできる強力な重武装も搭載できるようにするために、機体は、さらに、極限まで軽くする。格闘力と航続力、速力を得るために、防御と耐久性を犠牲にして、極限まで機体を軽くした戦闘機。それが堀越率いる若き開発者が完成させたゼロ戦だった。極限まで減量した最強ボクサーのイメージだな。3000キロの長大な航続距離、対爆撃機用の20ミリ機12門を装備した重武装。格闘戦を重視した優れた運動性能、そして空力的洗練と軽量化を徹底追求した機体設計は1000馬力級の栄エンジンの性能を極限まで引き出した。3000キロって東京からフィリピンの首都マニラまでだぞ。すげえ。しかし、その一方で、敵の攻撃に対する防弾設備など一切ない。戦闘機の骨組みに至るまで穴を開け機体の軽量化をグラム単位で追求した結果、戦闘機本体の耐久性も非常に脆弱なものとなった。割り切りすげえ。水平方向の運動性能、旋回に関しては極めて優秀だが、上昇下降といった垂直方向の荷重に耐えられない機体となり、急降下時には主翼がもげることもあったため、敵との戦闘中であっても、急降下による攻撃離脱ができない。急降下すると主翼がもげる？防弾性能がないことから敵の機銃弾が主翼をかすめただけでも火だるまとなり、パイロットの座席背後にすら防弾板もないため、一度敵に背後を取られたら最後、確実に撃墜される極めて極端なスペックだった。極端。いわば、当たらなければどうということはないという思想で貫かれた機体。それは、まるで、切れ味鋭い一撃必殺の日本刀。その日本刀一本だけを片手に、諸肌を見せながら敵の集団に突っ込むような、時代劇の剣客のような思想の戦闘機となった。まさに、日本的美意識が、生み出したとも言える、覚悟と決意のもとに生まれたのが、ゼロ戦だ。戦闘機の枯山水だな。そして、1939年4月、ゼロ戦はついにテスト飛行を迎える。エンジンの轟音を大空へと響かせ、颯爽と羽ばたいたゼロ戦の姿に、堀越はたった一言こう漏らしたという。美しい。すべての無駄を排除したその姿。それは、まさしく洗練の極み。空飛ぶ枯山水。完成したゼロ戦は最高速度533キロ、巡航速度350キロで航続力約10時間と当初の要求を上回る性能を実現した。防御面では脆弱だったが、熟練パイロットならば攻撃を受ける前に避けることができるほどの機動性は、それを補ってあまりあるものだと言われた。堀越率いる開発チームは、まさに、世界最強の戦闘機を作ることに成功したのだ。ゼロ戦をアメリカはどう見たんだ？実際の活躍はどうだったんだ？940年7月、日本海軍に正式採用されたゼロ式艦上戦闘機ゼロ戦は、同年9月13日、ついに中国大陸重慶上空で初陣を飾る。デビュー戦はアメリカ軍相手ではなかったのか？太平洋戦争が始まるのは、それから3ヶ月後だ。この時、日本は中国との戦争を行っていた。なるほど。中国デビューか。編隊飛行中のゼロ戦13機に中国軍のソ連製戦闘機、I-15、I-16が襲いかかった。陸上戦闘以上に数が物を言う当時の空中戦。日本の戦闘機に比べ倍以上の数であった中国軍機はゼロ戦に襲いかかる。倍以上デビューから過酷すぎるぞ。当時の常識では、日本側の惨敗が予想される極めて劣勢の状況だった。惨敗か？いや、結果としてゼロ戦の13機編隊は、中国軍機27機を全機撃墜。
しかも、日本側には被害は皆無という奇跡的な戦果を収めた。倍以上の敵相手に干渉。ゼロ戦、強すぎる。操縦士の連度の高さもさることながら、ゼロ戦という、すべての防御と耐久性を犠牲にし、無駄をすべて省いた洗練された日本的思想が結実。信じがたい戦果を上げることとなったのだ。空飛ぶ枯山水。最高のデビューだ。対米開戦の準備のため、ゼロ戦隊が内地に引き上げるまでの1年間の戦果は、撃墜約100機、地上での撃破約170機に達し、戦闘による損失は、対空砲火で3機が撃墜されたものの、空戦で撃墜されたゼロ戦は1機もいなかったという。やがてゼロ戦は中国大陸の制空権を握った。アメリカもその事実に衝撃を受けただろうな。このような中国大陸での戦果を、アメリカは当初一切信用しなかったという。日本にそんな戦闘機が作れるわけがない。そう信じ、情報を軽視したアメリカは対応策が遅れ、そのまま1941年、昭和16年の太平洋戦争の開戦まで、これといった対抗策を取らなかった。日本がアメリカ、イギリス、オランダなど連合国との戦争に踏み切った後も、ゼロ戦は、その強大な航続力を活かして、時に敵の想像も及ばぬ長距離を飛翔して神出鬼没の活躍を見せる。優れた運動性能と、中国戦線で実戦経験を積んだ搭乗員の技量も相まって、敵機を圧倒し続けた。持ち前の機動力でアメリカ軍の主力戦闘機グラマン F4 ワイルドキャットなどとの格闘戦でも連戦連勝を収め、真珠湾攻撃と同日に行われたフィリピン攻略戦でも、その破格の航続力で前代未聞の作戦に成功する。この作戦は、南方資源地帯の制空権、制海権を確保するため、陸軍の航空隊と合同でフィリピンのアメリカ軍基地を空爆するというものだった。フィリピンを攻略する冷戦部隊がどこから出撃したかといえば、その出撃地は台湾。830キロを飛行し、アメリカ軍の航空戦力約160機のうち、約60機を撃破した。攻撃を受けたアメリカ軍は、フィリピン近海で日本軍の空母を探し、大規模な哨戒飛行を続けたという。もちろん空母は影も形もなかった。アメリカは、まさか台湾から飛んできたとは夢にも思わなかったのだ。ゼロ戦の航続距離、半端ないもんな。軽量化したおかげで、航続距離も伸びたんだよな。実は、もう一つ、ゼロ戦の航続距離が長くなった理由があった。それは、タンクだ。タンス？ゼロ戦は、機体下部に増装、いわゆる増加燃料タンクを取り付けることで、最も航続距離が長い初期型の21型では、最大約3350キロの距離を飛行することができた。ゼロ戦の航続距離を地図上に置き換えてみると、日本を南北に縦断する北海道根室市から沖縄県与那国島までの距離、約2950キロよりも長く、羽田空港を起点に考えてみた場合では、中国南部の海南島や、フィリピン中部のセブ島まで行ける距離だった。これを同時期の多国製戦闘機と比べた場合、ドイツのメッサーシュミットブフ109が約1000キロ、イギリスのスピットファイアが約1800キロ、アメリカの F4F ワイルドキャットが約2500キロであり、いかにゼロ戦の航続距離が長かったかわかる。ゼロ戦の航続距離の長さに貢献したのは、日本が独自に開発した落下増装だ。落下増装とは、操縦席からスイッチ一つで投棄可能な外付け式の増加燃料タンクのことで、今でこそ軍用機の世界ではポピュラーなものだが、太平洋戦争当時は珍しいものだった。ゼロ戦21型の場合、機内燃料タンクは合計で525リットルだったが、落下増装の容量は330リットルあり、合算すると最大855リットルもの燃料を携行できた。外付けハードディスクの感覚だな。とはいえ、燃費の良いスピード、いわゆる巡航速度は、ゼロ戦21型でおおむね時速250キロ前後であったため、もし3000キロの航続距離をノンストップで飛び続けるとなると、約13時間もの長い時間、一人で操縦し続ける必要があった。13時間、操縦するの車でも大変だぞ。台湾の飛行場を拠点に、フィリピンにあるアメリカ軍基地まで830キロ飛んだり、戦争中盤に、南太平洋でラバウルとガダルカナル島を往復したりした、片道約1040キロの飛行は、操縦手の超人的な技術と体力によって可能となったと言える。ゼロ戦は航続力以外もすごかったのか？最高速度はゼロ戦の種類によって数値がやや違うが300キロほど。ゼロ戦は速度に関しては馬力が小さいために、当時の外国機と比較すると、同等かやや弱いといったところだ。ただ、
空母の離着陸の際の速度は抑えられており、着陸速度時速111キロはライバル機の中でも群を抜いている。また、格闘性はゼロ戦が同時代の戦闘機ではズバ抜けて良いとされた。武装も、7.7 ミリ機18-12艇というイギリス戦闘機 U、12.7 ミリ14艇というアメリカ U、と比較しても、7ミリ銃と20ミリ12門ずつというゼロ戦は劣ることなく、20ミリ銃は命中すれば大きな破壊力があったと考えられる。格闘性と航続距離で世界を圧倒した感じだな。熟練パイロットの神業のような操縦技量にも支えられ、日本海軍のゼロ戦は連合国側の戦闘機、爆撃機、攻撃機を次々と撃墜。いわゆるゼロショックで世界を震撼させることとなる。特に、日本軍と正面から当たることになった米軍には衝撃が大きく、ゼロ戦の性能に戦慄し、積乱雲に遭遇した時と、ゼロ戦に遭遇した時は退避してよい、という通達がなされたという逸話を残している。アメリカ軍パイロットは、イフを込めてゼロ戦をこう称した。ゼロファイター。やがてゼロ戦は、西はセイロン島、東はギルバート、ハワイ諸島に至るまで地球のほとんど半分近くを戦域とし連合軍と対峙した。まさに、太平洋戦争の空の主役だった。主役か。この動画の俺的ポジションだな。しかし、それも長くは続かなかった。やがて主役の座を追われる。なんでだずっと主役でいたいぞ。アメリカ軍はゼロ戦の最大の弱点を知ることとなる。それは、堀越二郎がゼロ戦開発の際に捨てた、すべての防御と耐久性を犠牲にした点に起因する。弱点に気づかれたか。ここからはちょっと緩和9大ゼロ戦。豆知識の時間だ。新しい展開だな。番組のコーナーっぽい。ゼロ戦の正式名称は、ゼロ式艦上戦闘機、というが、艦上とは航空母艦に搭載することで、戦闘機とは敵機を撃ち落とすための航空機のことだっていうのは分かっていたか？おう。もちろんだ。第二次世界大戦中を通してゼロ戦は戦い続けた。その理由の一つが後継機である17式艦上戦闘機、烈風の開発が大幅に遅れたことにある。そのため、ゼロ戦は終戦まで日本海軍航空隊の主力戦闘機だった。とはいえ、海軍はゼロ戦を改良しながら使い続けたため、様々な改良型が生まれている。ゼロ戦にもいろんな種類があるのか？中でも有名なのが大戦初期に大活躍した21型と、後期に活躍した52型だ。21型は小さいな。52型だと大画面で楽しめそうだ。テレビじゃないぞ。てへ。ゼロ戦のうち、最初に航空母艦に搭載された量産機が21型だ。昭和19年春までに3541機が生産された。これはゼロ戦全体の生産数の3分の1に当たる。初期型ってことだな。そして、ゼロ戦の改良型として登場し、一番製造数の多いことでゼロ戦を代表すると言われるのが52型だ。大画面だ。52型までにもいくつかの改良型が存在したが、結果的に52型は昭和18年から6000機が生産されている。これはゼロ戦全体の6割。52型にはさらなる改良型の52型高、オツ、兵もあるため、それらを含めると7割以上。まさにゼロ戦を代表するのが52型だ。性能が上がるアメリカ機に対抗するために、ゼロ戦は様々な改良をして、なんとか対抗していたわけだ。初期の代表が21型、後期の代表が52型と説明したが、実は、ゼロ戦の形式は1桁目を機体形状、2桁目がエンジン形式を表している。で、高、オツ、兵等が付随する場合は下記類の違いを示していた。つまり、10の位で機体の改良を行った回数、1の位はエンジンの改良を行った回数がわかるってことだ。ってことは、21型は1回、機体の形状変えたけど、エンジンは元のままってことか。そうだ理解早いな。てへ。原則、形式番号が同じであれば同様と考えてよく、例えば、52型と32型であれば、翼の形など機体のデザインは異なるがエンジンは同じものが搭載されている。なるほど。まさに豆知識だな。ここでより詳しく21型を解説するぞ。メモメモ。最初に航空母艦に搭載されて日本海軍の主力戦闘機として活躍した21型。この型は翼の端から端までの幅は12メートルあった。これは航空母艦で航空機を乗せるエレベータのサイズから設計されている。なるほど。しかし、実際に空母に乗せてみたところ不都合が多かったため、急遽、翼の端を50センチずつ畳む機能を追加。これが21型と22型のみの特徴だ。
また、01021型のエンジンの排気口は機種部分下部の吸気口の上に左右に2つついている。これが21型をはじめとした前期型の特徴だ。めちゃくちゃマニアック。で、52型だ。当初、無敵を誇った01021型だったが、戦争が長引くにつれて敵も対策を立て新型機を投入する。空中戦が得意な01000に対して敵はスピードで上回っていった。そのため、01000は敵機に追いつけなくなり、その対策として、速度向上と武装を強化したのが52型。スピードを上げるために排気口を機種の周りに左右で11個も受けている。また、翼についていた機銃も重心が長いタイプに変更された。そのため、52型などの後期の01000は左右の翼から機銃の重心が突き出している。また、翼の幅も50センチずつ短くなり折りたたみ機能はなくなった。なんだか01000博士になった気分だ。52型で武装を強化したが、まだ防御力のある敵機には及ばなかった。そのため、その後も武装や防御を強化した改良型が生まれる。機体やエンジンは大きく変わらなかったため、52型のさらなる派生型として52型鋼、52型オツ、52型兵が生産された。52型が6000機も生産されたのに対して、鋼、オツ、兵はそれぞれ400、500機前後。その後も01000の改良は続き、ベースは52型兵になった。52型兵のテレビは電気屋さんにも売ってないな。前期と後期の代表として21型と52型を紹介したが、実は01000は全部で14種類もある。01000って一つかと思っていたぞ。いつか、その全てを紹介する回もやる予定だ。ぜひ、よろしくだ。冷戦豆知識王に俺はなる。ちなみに、01000を設計したのは三菱重工業だが、中島飛行機という会社でもライセンス生産していた。01000の6割が実は中島飛行機のものだ。同じ設計図で作っているが、機体の色が違う。01000の機体は暗い緑色で腹部が、灰色というのが基本だ。で、主翼から尾翼にかけて斜めに灰色が伸びる中島製。まっすぐな三菱製という違いがある。これからは俺、三菱か中島か見分けられる人間になるぞ。01000は一人乗り。全部一人でやる。そのため、01000乗りは花形だった。希望は一応、出せるものの希望叶わず干ばくや観光を命じられたものも多いという。一人で全部やるの大変だろうな。膝の上にバインダーに挟んだ紙を置きコンパスと太陽の位置などを見ながら、後方を計算しながら飛ばなければならないから大変だ。その間も敵の襲撃に備え、見張りを厳しくする必要もある。相当、優秀な人じゃないと操縦士無理だな。そうだそのため、01000搭乗員は例外なく文武両道であった。搭乗員となるのは厳しく狭き門であり、過酷な訓練の末に01000に乗ることが許された。そんな01000の熟練搭乗員は貴重な存在だな。当時、世界最高の戦闘機と言われた01000を優秀な熟練搭乗員が操縦する。01000には勝てない、と悟ったアメリカ軍は戦闘中に落下した01000の部品はどんなに細かいものでも拾い集め、分析に奔走した。そんな中、アメリカ陣営にとんでもない吉報が飛び込んだ。アメリカ陣営の吉報。それは1942年6月のことだった。何があったんだ？不時着した01000を無傷の状態で露獲したのだ。露獲？露獲とは戦場において勝利を得た部隊が敗れた敵から兵器などを獲得することだ。無傷の01000が奪われたということだな。そうだ。露獲された機体は、小型田吉一等飛行兵搭乗の三菱ゼロ式艦上戦闘機に1型だ。ミッドウェー作戦の陽動として行われたアラスカ準州アユーシャン列島、ダッチハーバー空襲へ、参加した小型一等飛行兵は、対空砲火で被弾し、アクタン島への不時着を試みる。小型一等飛行兵は着陸時の衝撃で頭部を強打しなくなったが機体は無傷に近い状態であった。この01000を、アメリカ軍は、アクタンゼロ、あるいは小型のゼロ、アユーシャンゼロと呼んだ。1ヶ月後、機体は米軍によって回収され、徹底的な分析調査が行われた。そしてわずか3ヶ月後の9月には飛行可能な状態に修復し、テスト飛行まで行われる。これによって、米軍は01000の弱点を徹底的に暴くことに成功。アメリカ軍はそこに01000の秘密を見る。結果、アメリカ軍は大戦を通して大日本帝国海軍の主力戦闘機であった01000に対抗する戦術を研究することが可能となったのだ。アクタンゼロはアメリカにとって最も価値あると言って良い露獲物であり、おそらく太平洋戦争における最高の露獲物の一つと言われた。大切な機体が取られた。
日本の元軍人自衛官であり歴史家の奥宮正武は、こう述べている。アクタンゼロの露獲はミッドウェー海戦の敗北に劣らないほど深刻だ。このことが最終的な降伏を早めることに多大な影響を及ぼした。アメリカ軍によるアクタンゼロの徹底的な研究でゼロ戦の類稀なる旋回性能、上昇性能、航続性能が明らかとなった。そこで、アメリカ軍は、ゼロ戦との空戦が予想される全てのパイロットに3つのネバーを徹底する。3つのネバー。ネバ。納豆だ。それが、その1格闘戦をしてはならない。その2背後を取れない場合は時速300マイル以下で、ゼロ戦と空戦をしてはならない。その3上昇するゼロ戦を追尾してはならない。ネバ。また、不要な装備を除きなるべく機体を軽くするように指示。そして、アクタンゼロの研究でゼロ戦の優れた点だけでなく、致命的な弱点が白日の元へとさらされた。それが、高速時の横転性能と急降下性能に問題があること。そして、もう一つが、防御走行に乏しいことだ。設計した堀越さんがゼロ戦の性能で犠牲にした点だな。そこで、アメリカ軍は、急降下に弱く、防御走行が乏しいというゼロ戦の弱点をついた攻撃方法を取る。弱点がバレてしまった。その攻撃方法の一つがサッチウィーブ戦法だ。サッチウィーブは、アメリカ海軍のジョン・ S ・サッチ海軍少佐が編み出した空中戦闘機動のことで、ウィーブ、つまり、旗織りの糸を織る動きに似ていることから、サッチウィーブ、サッチの旗織り、という通称で呼ばれている。2機の飛行機が旗織りのように互いにクロスするように S 字の旋回を繰り返すことで、敵機に後方を取られても編隊両機がその敵機の後ろにつくことが可能となる。ゼロ戦に狙われた機体はおとりで、この状況でもう一方の機体がおとりの方向へ急旋回すると、ゼロ戦に正面から銃弾を浴びせることが可能となる。シンプルな戦法だが、急降下が苦手で逃げようのないゼロ戦にとっては、非常に効果的だった。さらに、一撃離脱戦法も採用。一撃離脱？大馬力で速力のある戦闘機で敵機に高速で接近し、一撃だけ銃撃した後はそのままの高速で退避する。それがヒットエンドラン戦法とも言われる一撃離脱戦法だ。アメリカ軍は、一撃離脱法でゼロ戦とのドッグファイトを避ける戦術を取った。サッチウィーブと一撃離脱法という組み合わせにより、F4F ワイルドキャットとゼロ戦との撃墜対比撃墜比率キルレシオは改善された。キルレシオ？キルレシオとは撃墜対比撃墜比率とも呼ばれ、空中戦を行った際に、敵と味方の損害比率を示す軍事用語のことだ。アメリカ軍の公式記録によれば、太平洋戦争でのゼロ戦と F4F のキルレシオは開戦当初からミッドウェー海戦までで1対 1.7 だった。しかし、サッチウィーブと一撃離脱戦法導入後の実績を加えた1942年の年間キルレシオで1対 5.9、さらに、太平洋戦争全体を通じたキルレシオは1対 6.9 となる。それだけゼロ戦が犠牲になったってことだな。そうだ。ゼロ戦の優位は揺らぎ始める。昭和17年8月7日、連合軍の南方からの反攻拠点となり得るオーストラリアとアメリカとを結ぶ交通路を遮断するため、日本海軍が飛行場を設営していたガダルカナル島に米軍が上陸。島をめぐる攻防戦が激しくなって以降、アメリカ軍はゼロ戦を太平洋の空の主役の座から引き下ろそうとする。主役の座、手放したくないのに。日本海軍航空部隊が主要な拠点とするニューブリテン島ラバウル基地からガダルカナル島までは、ゼロ戦の航続力でも限界に近い約1000キロ。8月下旬にブカ島、10月上旬にはブーゲンビル島部員と、前進基地が次々に整備されたが、ガダルカナル上空で待ち構えるグラマン F4F ワイルドキャットなどの米軍戦闘機に対し、長距離飛行のハンデがある上に、帰りの燃料を積んだ重い状態で戦わざるを得ないゼロ戦の損害は、目に見えて増加していった。昭和18年2月、日本軍はガダルカナル島から撤退。その後もラバウルの日本海軍航空部隊は、ソロモン諸島を島伝いに攻めてくる米軍を相手に必死の戦いを繰り広げたが、次々と繰り出される敵の新型機を前に、次第に苦戦の度を深めていった。この頃、アメリカ軍が、ボートシコルスキー F4U コルセアや、ロッキード P38 ライトニングなどの新鋭高速戦闘機を投入。さらに戦力を増強してきたのに対し、ゼロ戦はエンジンを2速可吸気付きとし、翼端を短縮した3に型、翼長を元に戻し、燃料タンクを増設した2に型と、若干の性能向上は果たしたものの、あくまで紹介用にとどまっている。
そして同年6月16日、日本側が総力を挙げてガダルカナル島を空襲したルンガ沖航空戦で大敗を喫したのを境に、ゼロ戦の戦いはほぼ防戦一方の凄惨なものとなっていった。主役の座ー。そんな、太平洋の空の覇権争いに終止符を打ち、ゼロ戦を主役の座から完全に下ろしたのが、米海軍の新型戦闘機グラマン F6F ヘルキャットの登場だ。F6F は、従来の F4F のエンジンが1200馬力だったのに対し、離床出力2100馬力という強力なエンジンを持ち、最高速度は時速327ノット約605キロと、日本側で実戦配備が始まったばかりの01052型よりも約20ノット約37キロ速く、弾丸の初速が速く、威力の大きい 12.7 ミリ機16艇を主翼に装備。パイロットを保護するため背面に堅牢な防弾板と自動防漏タンクを備え、速力、上昇力、運動性、あらゆる点で大幅に性能がアップしていた。01052型は、従来型に比べて性能が向上し、生産途中からは主翼内燃料タンクに自動消火装置も装備されたが、いかんせんエンジンが1000馬力級のままでは限界がある。01052型は従来型に比べて性能は向上していたが、F6F には及ばなかった。新兵器を次々繰り出すアメリカ軍はすごいな。10月6日、ウェイク島の日本軍基地が米機動部隊の急襲を受ける。日本時間の午前2時42分、ウェイク島の日本軍レーダーが敵機を捕捉、ほどなく、グラマン F6F やダグラス SBD ドーントレス急降下爆撃機、グラマン TBF アベンジャー攻撃機など約400機が来襲する。これを迎え撃ったのは、第252海軍航空隊252空のゼロ戦。252空は、前年の昭和17年11月から昭和18年2月にかけて、ラバウルを拠点に、熾烈なソロモン航空戦を戦ってきた歴戦のゼロ戦隊だった。搭乗員も、シナ事変以来のベテランを含む一機当選の強者が揃っている。ところが、そのゼロ戦隊が、グラマン F6F に敗北を喫する。ベテラン搭乗員でも敗北か。この日、ウェイク島を発進した252空ゼロ戦隊は延べ26機。機数が圧倒的に足りない上に、離陸直後という不利な体勢から果敢に空戦を挑んだが、14機撃墜うち不確実4機の戦果を、報告したのと引き換え26機が撃墜され、残りの飛行機も、17機の一式陸行を含め地上で全滅させられるという、惨憺たる戦いになった。空戦による米軍の実際の損失は、F6F が6機に過ぎなかった。この戦いがゼロ戦と F6F との初対決だったが、F6F に軍配が上がったのは明らかだった。これは、それまで、少なくとも敵戦闘機に対しては優勢を保っていると信じられていた、ゼロ戦の神話が崩れ去った瞬間だった。ゼロ戦が捨てた防御性能の低さは、まぐれの一発が命中するだけでもベテラン搭乗員が命を失うという、何にも代え難い技量豊富なパイロットを失うという現実を突きつけた。どれほど運動能力に優れていても、ゼロ戦は急降下ができない脆弱さを持っていることが判明してしまえば、アメリカ軍はゼロ戦に遭遇した時には急降下で逃げてしまえばよかった。やがて、パワーに勝る米軍戦闘機に格闘戦すら相手にしてもらえず、ゼロ戦はアメリカ軍のスコア稼ぎの的になっていく。当時、アメリカ軍が最も大事にしたものは、パイロットの命だった。それは決してヒューマニズムや人情などという非合理的な思想の結果ではなく、国家同士の全面戦争において、兵器は簡単に得られるが熟練パイロットは一朝一夕には得られないという、結論に達していたアメリカ軍にとって極めて合理的な帰結であった。敵の攻撃の1回や2回で熟練パイロットが亡くなるのは割に合わないと考えたのだ。なんて合理的な考えなんだ。一方、日本は熟練パイロットの多くを失い、1944年、終戦に先立つこと1年前のレイテ沖海戦において、日本海軍は組織として完全に壊滅した。壊滅か。日本の搭乗員は防御や退却を恥とした。侍として潔く戦って散ろうというものだった。元搭乗員はこう回想する方も多かった。防弾板がついとったが、わしはあんなもの恥ずかしいと思って取っ払ってしまった。落下傘はどうせ使わんから、座席に敷いておった。ゼロ戦のパイロットは日本古来からの一騎打ちが未だ戦術の主流だった。日本機の搭乗員は熟練者が多く、その腕をもって米軍と対峙し海戦以来、圧倒的な勝利をものにしてきた。しかし、この侍の伝統とも言える戦い方は、合理的と言えるものではなく、アメリカ軍との物量差を埋められるものではなかった。
対戦後期のアメリカ軍の飛行機は重く頑丈で凄まじいスピードが出た。いくら、ゼロ戦が1対1で真っ向勝負しようと挑んでも雲間から突如、襲いかかってきて、一撃を加えた後消えてしまった。ゼロ戦は追いつけない。多くのゼロ戦パイロットがそうした証言を戦後に残している。本土防空戦で関東した R0 戦搭乗員は言う。映画で見るような空戦を想像しているだろうけど、ありえない。敵さんは上空からものすごい速さでいきなり襲ってきてこちらが反撃する前に追いつけないスピードで逃げていくんだ。一瞬だよ。戦いも何もあったもんじゃない。あんなに活躍していたゼロ戦なのに、日本もアメリカの戦法に対応するよう重戦闘機の開発を重視したが、時すでに遅く、終戦を迎えた。防弾性能がないことから敵の機銃弾が主力をかすめただけでも火だるまとなり、パイロットの座席背後にすら防弾板もないため、一度敵に背後を取られたら最後、確実に撃墜される極めて極端なスペックを持ったゼロ戦。まるで、切れ味鋭い一撃必殺の日本刀。時代劇の剣客のような思想の戦闘機。多くの侍搭乗員がその歯を抜いて1対1の戦いを挑み奮戦したが、アメリカ軍の合理的な戦法、最新兵器には勝てずほとんどが敗北した。それを象徴する話がある。大戦末期、ゼロ戦は高度1万メートルで爆撃に来る B29 相手にも果敢に戦った。B29 は当時ボーイング社最新の技術で機密されているため、搭乗員は T シャツ1枚で悠々やってくる。一方でゼロ戦の迎撃機は高高度においては酸素も薄く、極寒で判断力は低下する。まるでエベレストのような高山に登るような感覚だ。高度1万メートルまで登るのはゼロ戦では30分近くかかる。しかも1万メートルで待機するには、酸素が薄いため、常に機首を上に向けてエンジンを全開にしていなければ高度を保持できない。水泳で顔を水面から出して、ひたすら沈まないようにバタバタともがいている状態に近い。燃料もあっという間に底を尽きる。B29 に攻撃のチャンスを得るだけでも至難の技であったという。日本軍は、物量や兵器の性能、あるいは組織力といった総合力で劣っている戦いを、個人の属人的な努力や能力、そして極端なスペックを持った武器で挑もうとした。当たらなければ良いという思想の元防御や耐久性など全て無駄を削ぎ落とした洗練されたゼロ戦。剣客の技で1対1の戦いを望んだ侍的な発想。日本が古くから育んだその戦法は、アメリカ軍の合理性の前に敗れ去る。日本人の文化や思想の結実して生まれたゼロ戦は、超人的なパイロットたちの活躍で世界を代表する兵器として名を残した。しかし、それはまるで春の日の桜のように、とても短期間のうちに歴史上から姿を消した。桜のように咲いて、散ったってことか。アメリカのスミソニアン博物館にはゼロ戦が展示されている。1944年にサイパン島でアメリカ軍に鹵獲された日本軍機のうちの1機だという。その展示方法は、ゼロ戦が大空を飛んでいる姿を再現したものだ。地獄からの死者と恐れたゼロ戦は、今、アメリカの博物館の空を飛んでいる。アメリカ軍が見たゼロ戦。それは、儚い強さと美しさを好む日本人の美意識だったかもしれない。ウプ主は歴史が趣味というだけなので、異論、反論や間違っている点も多々あるはずだ。それはコメント欄で教えてもらえると嬉しいな。頑張っても至らないところあるはずだからな。これからも勉強していくぞ。歴史を知ることは、今を知ることだ。と、信じているからな。まだまだ未熟ですけど、最新情報をお届けしたいのでチャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。